こんにちは。じゃあ、ムーンライトギアチャンネル、今日はゲスト会ということで。はい。今日は、はいシックスムーンデザインズ、チームシックスムーンデザインズの2人がね、そう日本のチームね。そう、日本のチーム。日本の、おなじみ、スティーブさんと、スティーブさん。Hello. Welcome to Wonderful Moonlight Gear Channel. と、あと、シックスムーンデザインズの、Hello, はい。 thanks for having me here on the channel. ホイットニーさん。ホイットニー。 What's the name? Yeah. トレイルネームは All Good。トレイルネームはオールです。そうそう。じゃあ、簡単にちょっとスティーブからホイットニーの紹介はい。してもらおうか。ウィットニーははっきり言うと、プロフェッショナルハイカー。昔からいろんなすごい、多分なんだっけ、昨日言った18000キロぐらい入ってましたよ。トータルで。トータルで。ぐらいね。で、いろんなブランドも昔からサポートして、で彼は5年前ぐらいからシックスムーンデザインで働く始まって、彼はバッグのデザインも手伝ってるとか、セールスとかもやってるとか、いろんなシックスムーンデザインとパワーアップしてやってるって感じですね。じゃあもう本当シックスムーンデザインの重要人物だね。そうです。はい、今、バイスプレジデントみたいですね。そういう感じ。なんつったバイスプレジデント。どういう意味？だから、なんちゅうの、部長社長おそういう感ああ、なるほど。じ。そういう感じ。もう本当にトップだね。そうですね。いろんなものを作るときは、オーナーさん、ロンさんがいつもウィットニーと話しながら、新しいものを作ってるとか、あとはアメリカのセールスはウィットニーはメインの人ですね。今回も日本に来てもらって、新しいものを紹介しながら、食べてると飲んでる。はい。じゃあ簡単にムーンライトギアチャンネル見てる人たちに、じゃあホイットニーさんからちょっと一言。You want to say something about Japan to everyone on the channel? Yeah, it's been great visiting Japan this week. We had a great time on Sunday at Trails Magazine doing a presentation about PCT days and Six Moon Designs. And it's very nice to be here in the fall and get to travel around and visit all the different shops and see all the great ultralight gear that's being produced here in Japan right now. 今回は日本に来てるちょうどいい天気ですねって感じで、すごい楽しんでるあちこち行ってる。一番最初は Trails ウェブマガジンで、Trails のセンターでPCT Days の話して、それも楽しかったし、あとはすごい結構アメリカ人みんなそうけど、日本に来るとなんていうのガラージギアとか、ちっちゃいメーカーたちが作ってるものみんなびっくりして、めちゃめちゃいいなと思ってますよ。でこれからも楽しみにしてます。トレイルズの代表のサイさん、もう同じ体型してるじゃん。そうだね。だいぶ日本ブラザー。だいぶ仲良くなって、あれ兄弟がいるみたいな感じで、だいぶ飲んで盛り上がる。ここにサイさんいたらもう完璧に同じなんだろうね。本当サイズの人たちが結構な威圧感が出るよね。3人まで。逆にちょっと怖いかも。そうで、なんかホイットニーは日本は多分2回目だね。 Yes. 2回目だね。Second time. Second time in Japan, yes. I came in 2019 in about the same time of year. And yeah, so I meant to come back earlier, but the pandemic got in the way. もっと早くもう一回、その間、この間はもう一回来たかったけど、COVID。そうだね。じゃあ19だったら本当コビットの直前に来て、で4年来れなくて来たって感じだね、今回ね。そうだから1回目はムーンライトギア東京の上でイベントしたんだよね。それでフィッティングイベントをホイットニーが自分がデザインしたパックをフィッティングできるよっていう会をやったんだけど、今回も2人からお店でイベントできないって話もらってたんだけど、なんかせっかくだったらもっと広い人たちに紹介したいなって、ホイットニーやっぱいろんなとこ歩いてるし、面白いなと思って話聞きたいなと思ってたから、今回僕らは、お店のイベントっていうよりどっちかっていうと、YouTube 出てよっていう感じで、今日これから関西の方にまた旅に行くんだけど、その間にちょっと寄ってもらって、今日の撮影、そういう流れ。なるほどね。じゃあ今回はとりあえずどんな回なんですかね。今回は実は僕たち日本のトレイルとかも歩いてるんだけ
けど、来年から海外の、さっき言った、ロングトレイルとかっていうよりかはサラリーマンの人たちが行きやすいような時間、有給とかそういうのを使ってだいたい1週間ちょっとぐらいの、期間で行ける海外のトリップっていうのを、僕とコミネでこれからいろんなところ行きたいな、アメリカだけでもなくて世界中のいろんな面白いところを歩きに行きたいなっていう話をしてて、でホイットに今回来る、ホイットに本当いろんなとこハイキングしてる。先月は彼がアイスランド、アイスランドとかアイスランドトラバース、海から海、そう3週間。そういうちょっとメジャーじゃないやつ知りたい。そうメジャーどころ行きたくないんだ俺。マニアックな僕たち本当にそのプランニングがやっぱ楽しいじゃない、旅って。今からその有名なそのアメリカのトレイルっていうよりかはマニアックなところに自分たちで調べて失敗しながら行きたいってあって、だからなんか面白い、今回はホイットニーにそういうこういう国のこういうところが面白かったとか、そういうちょっとメジャーじゃないようなところもひっくるめておすすめなところとか、いろんな国のこととかどう楽しかったとかっていうのをちょっと聞けたらなと思って今回。 Okay, so like you said, so we're going to start off today with the trails advisory. Okay. So they were just saying, basically, really simply, they're saying they want to go somewhere that's interesting, not a usual place that people hike, about a week hike. Not a usual place. Well, All right, well, now we're going to switch it up, right? Go ahead. well, no, whatever your suggestion is probably not a usual place anyway, so don't worry about that. Okay. Anyway, so we're in the top 3. Yes. Okay, so 3 hikes that you would recommend for these guys to go for a week. For a week. Yeah. Okay. About a week. About a week. I'd start in the Western United States. And the first one I would recommend would be the Wonderland Trail in Washington. Washington州の Wonderland Trail. It's a. Let's see what I got here. Got it written down. It's 165 kilometers. 165キロ。おー、And it goes around. ちょうどいいちょうどいい。 And it goes around Mount Rainier. It's a circle around Mount Rainier. It's a loop hike. マウントレニア。マウントレニアループハイク。 Loop hike. Nice. So it's very easy for logistics to get. You can just rent a car from Seattle and park, and then you can just hike back. Oh, nice. You do have to get a permit through the Park Service, パーメットは必要けど、すごい簡単でいける。but they do reserve about 30 permits per day for people to walk up and get one. だけどその前には予約しなくていい。1日は30パーメットぐらいあるから、そのままで行ってその日でパーメットももらうことできる。なるほどね。それはアメリカとかカナダはすごい大切ね。パーメットがないといけないところもいっぱいありますよ。It's known for its like amazing wildflowers. If you go in the summer, yeah, like big, beautiful hillsides, just beautiful, beautiful wildflowers. And but it's very steep up and down because you're basically walking from the bottom of one drainage up a drainage and then back down to the next drainage. 種を植える人です。Best season for Best season, I would go late August or early September. And actually, early September is a better time to come to the US to hike because we have the best weather. And on September 7th, all the students in the US go back to school. So the trails have less people and there's less pressure. And it's kind of nicer season to go because it's not as crowded. なるほどね。大学は持って帰れたら一番いいです。じゃあ9月の7月の後。あとね。What's the name of the trail again? The Wonderland Trail? Wonderland Trail. Wonderland? Yeah. Wonderland Wow, Trail. name is good. Yeah. And the resupply is very easy because you can go into the park and get your permit and then drive around and leave a resupply where you get your permit and then drive halfway and start there and then hike and get your own resupply and then keep going. Nice. So キーワードは resupply だから長いハイキングすると食べ物は全部持っていけないからどっかに食べ物買うことできるか自分で送る。今回はパーメットを取るときでその隣ぐらいその辺ではいっぱいショッピングとかフード売ってるからそれは持ってきて半分ぐらい運転してドロップしてで戻るハイキングしてでちょっと半分で
冷たいビールとか美味しいものはいっぱい待ってるんですよね、リサプライ。じゃあどこにそれを置くの？Where do you drop it off? If you go in Longmire entrance, there's a ranger station where you pick up your resupply or you pick up your permit, and they'll hold the boxes at the ranger station. Ranger station. Is there another? Oh yeah, okay. So 最初の時は全部食べ物とかリサプライしたいものは持ってきて、そのところでキープ買う、パーメット買うところ、それから戻って、そこのパーキングまで歩いてリサプライ歩いて。なるほどね、なるほどね。Ranger Station. Ranger Station. そういうところがあるんだね。That's cool. Yeah, and there's also a small grocery store and restaurant at that ranger station also. Okay. So you could buy some stuff if you need to, or get a beer and a meal on your way. トータルレベレーションレベルってどんな感じだ？ Oh, let's see, like it's 39,000 feet. So like about 11,000 meters of elevation change up and down. 結構パンチありそうだな。 11,000, 39,000 feet. Yeah, there's 3.75. 37. Yeah. It's about 11,000 vertical feet elevation change. 11,000ぐらいってこと？ And 90 and 100. And, yeah, that's right. 10,000. Oh yeah, okay. Yeah. 10,000 meters. Wow. Yeah. That's a lot. Yeah, it's a lot. It's very. 3 Mount Fuji's. でもまあ160円。160キロで11,000でしょ。ほとんど上行って結構あるでしょ。160キロで11,000って結構160キロっつったらまさしくウルトラぐらいで1マイル100マイルそんで100マイルで11,000って言ったら結構アップダウン激しいんじゃないかこれは。マウントレーニアの方はすごいですね。角度がすごいですね。でもいいね。何日で How long does it take you? I did it in 5 days. 5 days. 5 days. But I could have done it in 4 days because you have to stay at designated campsites. And my problem is I like to wake up early and hike late. But I'd hit the designated campsite at like 4 in the afternoon and just have to sit around. キャンプするところはもう決まってるね。それ以外はテントは張ることできないから、彼にはちょっと短い。そうだよね。もうちょっとこっち側まで行きたかったけど、だから本当は8日間ぐらいで行ける普通だったけど、キャンプサイトのもので5日間。じゃああとは5日間だったら僕は2週間かな。2 weeks from me. キャンプサイトはね。most people take 7 days. 普通はね。普通は7 days. That's the average length. And there's some very nice side trails you can do while you're there. Like Spray Park is a must see when you do the trek. Yeah. そのメイントレイルからサイドトレイルがいっぱいあるし、それもあちこちを見てる。1週間は普通に言うと1週間けど、まあそのサイドトレイルとか全部入れたら、まあもっと長いかもしれない。なるほどね。But each campsite does have a place to store your food from bears, which is nice too, to keep your food safe. Like that. Yeah. 全部のキャンプサイトはどうしてはキャンプサイトが決まってるはクマがいっぱいある。だからその普通の食べ物は木からぶら下げるだけじゃなくて、鉄の箱みたいなやつをベアボックスで言って、でそれは食べ物に入れなければならない。で、そこら辺で食べるで、キャンプテント張るところは結構離れてる800メーターとか1キロぐらいある。それしないとちょっと危ないから、そのものをみんな考えてますね。いや。クマには注意だね。アメリカ歩くならね。そんなに出るの？アメリカってクマ。日本より全然出るの？そっちはめちゃめちゃパーメットもやってるし、そのすごい安全なことあるだからその出ないもん。昔は出てるし、今年はバンフの方、カナダのバンフの方はすごいベアアタック。何人も今年は殺してる。アタック。そうなんだ。グリズリーとか。グリズリーはもう超凶暴だもんね。そう。だからまあそういうことだけ考えて歩きながら大きい声とか、音出せば問題ないですよ。I hope. Me too.彼が一緒にカナダ行った時でグリズリーは出てるんですよ。
出たんだ。目の前キャンプの方ってで彼がそのハイキングしてるからもう彼には普通のことみたいに、彼がもう全然怖くないずっとうわーって言ってベア逃げて俺と友達は彼も昔レンジャーもやってたからそういう仕事はそういうみたいな。じゃあもう本当にその辺に関してもプロだね。そうです。本当に。Okay, the next trail I would recommend is also in the western United States. It's in California and Nevada. It's called the Tahoe Rim Trail. And it's 292 kilometers. And it's also a loop hike. So you can fly to Reno and get a rental car or a bus to Tahoe City, and you can start there and then do the loop and then get back easily. Okay. So Tahoe, Lake Tahoe. Lake Tahoe, it's the high country around Lake Tahoe. スキーの有名なところで、レイクタホーからスタート。まあ、レイクタホーじゃなくてタホーからスタートだから、そっちからレンタカーして、トレイルに行ってでループするんですね。200? It's 292 kilometers. 292キロ。ほとんど300キロです。Tahoe Rim Trail it's not even 20 years old. So when they built the trail, they used very modern trail building design. So the trail tread and the grade is very nice for hiking. Modern trails mean? So 昔で作ったのは、ほら、ただ石とかで使ってるけど、これ20年前から作ったトレイルだから、何使ってる何が違うかもわかんないけど、とりあえず結構レベルとかちゃんとトレイルのところもちゃんとあるから、歩きやすい。歩きやすい。So what's the difference between modern trail building equipment and like not? I'd say the design difference is in modern trail design, they try to keep the grade, so the steepness, under a 10% angle. So instead of straight up and down, lots of switchbacks. Nice. Yeah, good erosion control. So it's easier to walk. It's not as stressful going up and down. But it's a really wonderful hike. Each trailhead has little maps you can get for free at a kiosk. You cross a road every day and a half, and if you want, you could hitchhike to town and get a cheeseburger, which is nice because it's a vacation. You do go through a wilderness area called Desolation Wilderness, which is really, really beautiful. You go by 2 lakes, Aloha Lake. They're really nice. You share a section with the Pacific Crest Trail. Oh, really? Yeah. That's good. And they do allow mountain biking on it, but the mountain bikes are only allowed on the trails certain days of the week. So, and for the most part, every time I've been there, everyone's been very courteous. The mountain bikers with the hikers, so that's always nice. Oh, yeah. そのループハイクは何か新しいトレイルを作ってると古いやつ作ってるわ。古いやつはグレード、角度は考えてないですよ。もうこういう感じ。はい、行きましょう。で今回の20年前からみんな考えてる、みんな歩くために作ってるから10度までだけ。で、スイッチバックしながら。スイッチバックしながら歩くだから、こっちは最初のトレイルで言ったと、これは倍ぐらい長さけど、多分こっちの方が楽ってだけね。これはでも結構イージーハイクっていう感じで、そんな感じだね。ファンなハイクができそうなイメージだね。じゃあもちろん泊まるところも結構ちゃんとしてて決まってるし、ずっとトレイル目を分けてるみたいに、例えば2日間だけやりたい人でもいいし、こっちからさ、こっちから終わりとか、フルループやれば300キロで、分けてるところは大体1日ぐらいで分けてるところで、それもプラスアルファの新しいマップ、地図とか簡単で取れるとか、そういうことで。All season? No, the season would be, I think the earliest you could probably start hiking would be late June or early July. Because you need to wait for the snow to melt out. Tahoe gets a lot of snow in the winter. And then, depending on the year, most people would probably hike until the last week of September, but I have a friend who just finished the trail a week ago, and he only had snow one day. But I did the trail the last week of September when I did it, and on my third day we had, how much is a foot of snow? 500センチぐらい。Yeah, I had that much snow one day. 500 Like here. 1日で。Like knee deep snow.
trail がなくなります。So probably late August to mid-September would probably be the ideal time to go there also. 8月の終わりから9月の真ん中ぐらいまでは一番いいと思います。もし雪がトレイルなくなって欲しくないだったらね。So. And the nice part about that later part in the season is there's no more mosquitoes or bugs. 9月の頭ぐらい行ったらもうスキーができる。虫がない。虫がないと。9月の終わりから。だけどそれぐらいになると雪が降る可能性あると。そうね。まあ今だったら正解のね、わかんないよ。もうわけわかんないでしょ。天気とかでも。まあ確かにそれができるね。彼の考えてるのは9月の頭から9月の真ん中までその最初2週間がピーク、一番いい。一番いいピーク。虫がいない、雪があまり降れない、暑くないです。まあでも基本的にあれか、アメリカも日本と同じ北半球だから、シーズン的には日本と同じような感じになるのかな。似た感じかもしれない。似た感じがベストシーズンになるのかな。そこはね、そうですね。Same season, basically. Yeah, it's very similar. Like Japan and Oregon, very similar latitudes, so that's probably why. Yeah. You do need to bring a bear canister on that trip for your food. Right. It is required. それが大切なポイントは、このハイキングによってベアカニスター。そうだよね。大きいプラスチックのやつを持ってくると持っていけないあるでしょ。それははっきり言うと法律的です。はい。こっちの言ってるトレイルはベアカニスターが必要。And something else I need to say. Oh, you do need to get a permit, but you just pick that up at the start of the hike from the Forest Service, and I think it's $5. $5. Yeah, for the パーメッ wilderness トは permit. 予約しなくていい。$5ぐらいで最初のハイク始まるところからと。Yeah. So how many days did you take to do that hike? We did that hike in 7 days. 7 We did days. it. Yeah. 最初のおすすめしてもらってるそれで彼が5日間でやった。そう、でもほら、一般人の人そう、7。そう。で、今回のセブンは、ホイットニーがセブン。そう。だから考えてれば、7だったら1日は45キロあるんです。そう、だって純粋にそのエベレーションは違うかもしれないし、こっちの方がイージーハイクって感じかもしれないけど、長さが全然違う。290キロとさっき160キロ。海外のハイカーあるあるなんだけどさ、歩くスピードは全然違うんだよね。ウィットニーは僕一緒に何回もハイキング行ってるので、全然違う。まあ僕とね、あなたたちと違うと思うけど、トレイルランもやってるけど、彼面白いし、歩くときは結構すごい、まあ日本の有名な相方たちとか、まあ私もそういう有名な相方たちで一緒に行くと、チュールさんの前に行ったらあんまり足が触ってない筋みたいにさって言ってるね。逆。彼の足の跡はすごいよ。ドン。なんかブルドーザー。そう。でもそれをずっと1日12時間とか14時間できますよ。すごいね。彼が一番長いハイキングは今1日は例えば55マイル。55マイルじゃあ、それが90キロぐらいだ。それを1日だけじゃなくて何日間やってる。だから、サンライズとサンセット感じは、彼は普通のスタイルですよ。で、そのスルーハイカーたちはそのスタイルもあると、ちょっともうちょっとリラックススタイルもあると思うんでね。まあそうだね。まあ、ウィットニーはパワーハイカー。パワーハイカーだね。Yeah, I like it. I like to do big miles. じゃあまあ、一般的な感じで言うと、まあ、プラスに4日、5日ぐらい考えたらいい。2週間ぐらい考えたらいいのかな。そんなかかんないかな。考えてるはウィットニーは 1.5 くらい考えてる。1.5。じゃあやっぱり7日間だとするとプラス3日4日だね。10日から11日ぐらいかな。So for like the usual person, like that's like 45 kilometers a day, right? Yeah, roughly. So for the usual person, I'm going to say not 7 days, we'll say like 10 days. Yeah, maybe 10 days, yeah. That'd be more relaxing. Yeah, it would allow you to take a rest day in Tahoe City where there's a nice brewery and a Safeway grocery store and do some laundry, that kind of stuff. それはいいと思います。 Yeah. だから普通にだったらまあ10日間やりられたら
5日間ゆっくり歩いて、1日は普通の街で。ホテル泊まって、体洗って、洋服洗って、レストラン行って、ビール飲んで、それからまた8日間か5日間。それはちょうどいいかもね。Yeah, I want to go. 行きたいね。Oh my god, it's beautiful. It's a great hike. I want a great hike. It's a really そうね。やっぱ俺と小峰も一回イギリスのレイクディストリクト歩いた時も、なんか夜はキャンプサイトの近くにパブがあって、ね、やっぱビール飲んで気持ちよく寝るっていう。それの形にはまったのもあったし、やっぱずっと自然の中もいいけど、そういうのはやっぱ惹かれるよね。やっぱ日本のトレイルにないところだよね。降りたところにそういういいところがあって、ビールとかいろんな美味しいの食べて、ね、それはなんか日本はどうしても山の上の山小屋って感じだよね。ないよね、そういうのは、ね。ない。イギリスタイは一番楽と。で、大体キャンプ場がパブの土地ですよ。そうなんだよね。そうなんだよね。マジで、本当に。芝生で気持ちいいね、もうキャンプサイトがね、もうただの羊のもうフィールドなんだけど、隣は羊たちのホーム。まあでも本当に海外のトレイル歩くとそういうところが一番日本と違う。そうだね。魅力に感じるよね、俺たちからするとね。本当そうだね。What is the name of that trail again? The Tahoe Rim Trail. Tahoe Rim Trail. And you can go to the Tahoe Rim Trail Association, and they have all the information on the trail. And if you're coming to the US to hike that or the Wonderland Trail, I would recommend you buy the Far Out app. It's a GPS navigation and guide for that hike. その両方のハイクは Far Out というのアプリあります。彼がその作ってる人たちのメンバーですね。その Far Out アプリはほとんどアメリカのハイキングが入ってますよ。イワシが言ってた。ファーアウトのおかげでツルーハイクがイージーになったって話を聞いたね。らしいよ。あとは例えば、一番問題はやっぱり長いハイキングと水地図で見たら水があるとか、そこまで行ったない。どうする？で、そのハイキング、そのアプリの中には、例えば前の日誰が行って水がなくなったら、そのアプリに去って出るよ。それも大切。なるほど。でもすごい安心だよね、そういうのがあるとね。確かに歩くにはちょっと冒険的な要素が若干下がるのが個人的にはちょっとわかる。あえて使わないっていう手もあるでしょ。それはちょっとやってみたい。確かにこれは。彼のおすすめはこっちの最初の2つのトレイルを行く前にはアップダウンをしてちょっと見てください。間違いなくそれがいいよね。そうだね。最後のねチェックとしてそれを用意しとくっていう安心感もあるかもしれないね。Okay, the last one is in Iceland. Yeah. Interesting. It's gonna be a little bit crowded with people because it's a very famous hike. But I still think it's worth going to because it's one of the most beautiful places I've ever been. すごいちょっとだけ混んでるハイクけどすごい有名けど彼によっては今まで一番すごいハイクだってすごい。その理由を聞こうか。理由を。Well, why do you think it's one of the best hikes or the most beautiful hikes? The landscape is very unique. There's no trees really, so it's big mountains and glaciers with a lot of volcanic vents and mud pods and all these different colors of reds and greens and grays and purples. It's just it's like nothing else in the world. Okay. So there's a famous hike there. It's called the Lavagir. And then the Fiamoles is what you tack on at the end. Okay, so Lavagir. And Fiamoles. Lavagir. Fimura Horaras. Yeah. It's 142 kilometers. Nice. Yeah. Good length. Good length. Yeah. There's huts along the way. Yeah. So if the weather's bad, you can get into the huts. Yeah. There's hot springs that you can soak in. Natural. Just like a hot river. Natural. Yeah, no hut or anything. You just jump on in. Getting to and from the trail is very easy. You can fly to Reykjavik and then get a bus from Reykjavik to Landmagalar, where the hike starts. Okay.
レケベックはアイスランドの一番大きい市で、それからバス去って、それからスタート。And then you end at Skogafoss, which is a famous waterfall. And there's a bus there that you get on. And 2 hours later, you're back in Reykjavik. So for transportation, it's very easy. レケベックからバス乗って、去って歩いて、最後は有名な滝。それが滝の隣にはまたバス乗る。で帰ります。That's easy. Yeah, very easy. Yeah, I think that's important when you're traveling overseas. Logistics can really be difficult. I mean, for me, when I go to a foreign country, I know like I couldn't drive in Japan. You drive on the opposite side of the road. You know, there's a lot of traffic. It'd be very difficult for me to drive here. So when I travel international to hike, I like to try to use public transit to and from my hikes to make it easy on myself, and to help save money. 海外行くと彼はもう 100% バスとか電車だけ使ってる車はレンタルしないで、それはアクセスは簡単でできるところはすごいね、まあもちろん皆さんね、簡単ですね。Some nice things about that hike in particular are it's a very international community of hikers. So you get to meet people from all over the world while you're on that hike, which is really cool. Nice. すごいインターナショナル。いろんな国からいろんなハイカーが来る。And just the beauty, it's just such a beautiful place. A couple things I would say is Iceland is very expensive. So to help save money, I would try to bring a lot of my own food. Or when you get to Reykjavik, go to the bonus supermarket and buy all your food to bring with you because the huts really do not sell food. And you can buy food at the very start of the hike at the mountain mall, but it's 3 school buses where they sell food. But the price is like 3 times as much as Reykjavik for food. Like a power bar was like an energy bar was $6. $6? $6. $6? Yeah, like 600. Too expensive. Yeah. I can't buy it. When you're out of food, you have no choice. So when we did our hike in Iceland, that was the last 3 days of our hike was those trails. Oh, okay. Yeah. Well, that's nice. Yeah. Yeah, sweet. But I had to buy food because I had run out of food at that point. So it's right on the northern coast. No, it's on the southern coast of Oh, Iceland. you guys went down. Okay. We went down, yeah. Okay. So it's a very, very famous hike, but it is really worth it. You get to hike by 3 different glaciers. Gracia. Mitsu. Yeah. You go by the 2 youngest and most active volcanoes in the world. Volcano は何だっけ？火山っていうかマグマっていうか一番若い、一番まだ動いてるの、これ10年前ぐらいあったじゃん。それ隣にハイキングする2つ。わお。ギャンブリングですよ。結構デンジャラスだね。Yeah. The last section, the Friamoles, you leave this place called Thorsmark, and you have a 1,100 meter climb. Okay. And it's like a knife edge. It's very narrow. Oh, really? Big drops on either side. So volcano? Volcano? Yeah, volcano. Yeah, you're climbing up and up and up, and then you go by one glacier to volcanic peak, and then another glacier to volcanic peak, and you. Wow. グラシアからボルケの一番上に行くけど、ずっとこのぐらいのずっとナローな道が。で、1000メートルぐらい上に。そのままで。Wow. だからずっと何もない。Wow. And then the last, let me give you 1 sec to convert to kilometers. That's crazy. Yeah, it's crazy. It's crazy. So you're walking along this knife edge peak. Yeah, it's like you're climbing up and you go over this knife edge and you skate along this side. Then you go up another knife edge and then you do a traverse. You go up another knife edge. And then Yeah, really? はっきり言うとクライミングですね。Wow. the last 20 kilometers are all downhill on a very nice trail. And you pass 33 of the most stunning waterfalls in the world. Oh my god. 20キロ、最後の20キロはずっと下で素晴らしいトレイルで歩いて、で32個の滝がある。それ歩きながら。おー。すごい、なんかディズニーランド。ね、すごいね。ディズニーランドあるみたいな。Yeah. And there's no wildlife to worry about. The only wildlife they have in Iceland are
You. Arctic foxes, which aren't there. The only thing you'll see are sheep. Right. だから Sheep and birds. 何にも心配しなくて。虫もいないし、ただ彼を見てるものはただ羊だけ。でももちろんハーネスとかなくそこは行けるんだよね。ハイキングの。So would you like recommend that thing, that knife edge thing for like usual people without a rope and stuff? Yeah, you don't need a rope. The places where you would need a rope, there's ropes you can hold on to. Okay. Honestly, a lot of inexperienced people do that hike and probably get in some trouble, but I think if you keep your head about you and you have good footwear and a light backpack, you'd be fine. 両手を頭使って、はい、バカなことしないで、それ大事。靴持ってる、ちっちゃいバックパック持ってれば、そんなの大変じゃない。でも例えば背が高い、好きじゃない人はあまり進めできない。背が高い？背が高いところが好きじゃない。要は高いところが嫌いな高所恐怖症だね。高所恐怖症の人は。人はあんまり。Somebody who's like acrophobic, you don't recommend that. No, if you're afraid of heights, I would do the first one, but not the last. So you could do just Landmagelauer to the Thorsmark and get a bus from Thorsmark, and then you don't have to do the knife edge. Right. その一つのやばいまで言ってないけど、そこの場所ね。とりあえずこう下も1000メートルある。はい。バスターって感じは、それは行きたくない人だったらバスあるらしい。それを回って、でまたの20キロ、the 20 kilometer part. Yeah. Oh no, even more than that. Oh, okay. Yeah. Okay, じゃあまた30キロを走る。そこはパスすることもできるってことだよね。公共機関使って。I was gonna look real quick and see what the length is. まあ日本のトレイルもそれいっぱいある。それはあるね。Yeah, the last 22-25 kilometers you can cut off. 一番最後の綺麗なところはそのソーズマーっていうところを回ってバスで回ってで歩く。なるほど。行きたくない。The best time of the year to go would be probably late July through August. But I'd really, if it was me, I would try to probably go in August for the best weather. Sure. Yeah. Iceland. Yeah. The trail shuts down September 15th. トレイルはSeptember 9月15日。15にクローズ。多分本当に7月と8月しかないと思う。いやだからまあ一番は8月。一般的な富士山登山の山開きみたいなもんだね。似てるな。そうだね。そういうことだね。And the buses stop running September 11th. September. Okay. 9月の最初の2週間。September で終わっちゃうの。September 13日。September バスが終わっちゃう。で、トレイルは15日にも終わっちゃう。Okay. You don't need a permit. If you want to reserve a hut, I would do so ahead of time. I just made reservations and I got there and got lucky, but I was there late in the year. Okay. パーメットいらないけど、山小屋使いだったら先に予約してもいいね。You do have to camp in designated campsites. And the designated campsites are, let's see, 20, is that 2,000 yen? So a designated campsite is 2,000 yen per person. A hut is, they're $80, is it 8,000 yen per person. 8,000 yen. 8,000 yen. まあ今だったら1万。1万円ぐらいか。And if you want to take a shower, it's an additional 500 yen. シャワーは500円。I would suggest bringing a lightweight towel with me on that hike. Right. And if you do plan on staying on huts, you might want a pair of hut shoes. Okay. ハットは山小屋で泊まったら、それ用の靴が必要と思ってる。ハット用の靴？そう、スリッパーみたいな。あとはタオルは自分のやつを持ってきてくれる。OK。それは貴重な情報だね。そうだね。So how many days is that? I did it in 3. 3日間。But most people take 5 to 6. だって140キロでしょ？ I think the 140キロ3日はまあ普通は多分6日間だって。そうだからでもアイスランド問題は天気はわけわかんないですよ。で突然でもう動かなくなるの天気は出るかもしれない。まあなんか話聞いてるとリッチとかもそこまで林があるっていうよりもう森林限界の上でいや風がイギリスのもっとさらに
すごい版みたいなもんでそんしょ。な感じだね。森がなくて、どっちかっていうともう荒涼とした場所で、そう天気崩れると一気にこうストームでみたいな感じの。 Yeah, でも晴れてる時は超ビューティフォル。 yeah, yeah. でも確かあっちの方ってやっぱり夏は安定してるよね。天気は割と。いや、6月彼が今年の夏行ったら、すっごい写真みたいの。そう歩きながらは、こっち側、なんて、氷みたいに。はもうこうじゃない、こうだ。横のこれ全部ドライだった。ビッシュはそのぐらいの、それ有名。アイスランドは風がすっごい。風なんだね。だからテントで泊まったら、しっかりテントはしてる。ハットに関しては泊まることができるからテント必要ないのかな、じゃあ。まあどっちでもね、テント泊まりだったら1日2000円で、ハットと泊まりだったら1日は1万以上。テントサイトで、ハットとテントサイトがチューズで選べる。そうですね。あとテントサイトは予約しなくていい。だからそれは楽。ハットは予約がね、必要だね。ホイットニーはその時はどっちと思ったの？テントサイト。テントでしょ。 Did you use a tent or the huts? Both. Both, okay. Both. That was the end of my hike across Iceland was 18 days, and we spent on that particular trail. We spent 2 nights in a hut and 1 night in a tent. But we had been in really bad weather for 18 days, so we were happy to have the huts at that point. 彼が最初、彼の今年行ったやつは18日間、600キロ。彼はこっちから今話してるはこの最後の3日間。はい。だから大体こっち側は毎日悪い天気だって。とりあえず1日頑張って1日は後で泊まるって感じですね。But the campgrounds do have big tents like this that you can cook in. Oh, really? Yeah, so the campgrounds have like nice big cook tents for people that are camping. And if the weather's really, really bad, they'll let you come in the hut to get kind of warm and dry. So you really only have to sleep in your tent. キャンプ場はこれみたいなスペースあるから、もしずっと寒いだったらこっちに入って暖かくしてまたテントで寝るだけという形もできます。If you're gonna camp, I would recommend bringing extra guy line and extra stakes because the wind can get very, very strong in Iceland. 風はやっぱり強いからテント持っていけば、プラスアウトのガイラインとかステーキを絶対持ってきた方がいいです。でもそんだけ風強いんだね。もう写真すごい。ワオって感じで。そうかもしれない。And you guys have like that wind like every day? Pretty much. Well, not like the 30. The average wind on my hike was probably on those 3 days, probably like 15 meters per second. But I mean the whole thing though. All of Iceland? Yeah. All but 2 days it was blowing you out. 2日間以外。毎日18時。もうわけわかんない。何のテント使ってたの？ You're gonna want a good wind shear. What tent did you use? The Skyscape Trucker. もちろん6分のサイズのスカイスケープトレッカー。So because でも風一番強いかも。Because so strong for yeah, it has a diamond shape, like a diamond, so it'll shed wind very, very well. Yeah. And I knew it would be wet, so I liked having the double wall hybrid, so I had better condensation management. And the other thing I really liked about it was I could have all my gear in there with me and be comfortable. ギア全部入られるし、すごい長いテントで、逆に頭の上にバックパックが入りますよ。形的には風が去ってくるとそれは動かないし、あとは中にポーラーね、2つのポールと上につなげるから、それもすごい丈夫と。ダイヤモンドの形がいつにして Diamond shape. Two poles, so it's very stable. Yeah, we talked about the poles, they were diamond shape. Yeah, waterproof. My hiking partners brought a MLD Duomid. Oh, okay. And it's very tight for 2 people, 2 tall American people. They're like over 6 feet tall. And halfway through the trip, they said, we should have just taken 3 trekkers and just set them up all together each night. So, 友達たちは2人用のテント持ってきたけど狭い2人はやっぱりアメリカ人で狭いから本当は3つのトレッカーも1000ビのトレッカー持っていけばこういう形に設定してすごいナイスカバーです。そうだね。ナイスアイデア。yeah. And 3 umbrellas.
No umbrella on that hike. Too windy. Yeah. No rain skirt, no pack cover. I meant some. Yeah, I saw a lot of pack covers with duct tape wrapped around them to keep them on the packs. Duct tape. Yeah. Alright. 面白いね。OK。じゃあとりあえずそんな感じでおすすめ3選ということで。面白かった。はい。どうですか、千代田さん的にはどこに行きたい？いやーなんかでもやっぱ話聞いてると俺とか小峰みたいなタイプはアイスランドは。アイスランドは絶対行きたいな。行きたいよね。でもアメリカの一番最初の教えてもらった1万。なんだっけ一番最初は。ワンダーランドトレイル。いや、ワンダーランドトレイル。名前がいい。ワンダーランドトレイルでいい。Good name. Yeah. It's beautiful. 例えばその1月から夏までぐらいの間、日本で。はで、おすすめなエリアとかってあったりする。結構厳しいか。アリゾナ？そう。どっか、その南の。僕たちはその来年の1月2月ぐらいにちょうどちょっと落ち着くし、1個行きたいよねって話してて。これかな。So January or February? Do you have any hikes for January or February? Yeah, anything comes to mind? I would go to Chile. And do the Torres del Paine. That would be one. That's a loop down in Chile, and then you could go to Tierra del Fuego. That would be what I recommend. Or I would look at New Zealand. One of the great walks, or Australian, like the Billabong track or something like that. But January, February in the US, it's unless you go to like Arizona, it's going to be very flat and low, but you can get a lot of rain even in the desert in the winter. Okay. So I would, that time of year, in the US, that's not a great time of year to hike. That's when we all get fat and plan our next hike. まず1月か2月はアメリカはあんまり進めていない。そうだね。フラットなところが。そうですね。デザートっぽいのものところいっぱいあるですよね。アリゾナみたいな。そうだね。砂漠ね。けどそれでも砂漠でも冬の夜結構寒い。あと雨結構降るらしい。だから彼おすすめはチリ。最初はチリのはっきりパタゴニアの方ですね。下の方とニュージーランドはね最高だよね。その時期ね。オーストラリアですね。今はパッて考えてますね。昨日オーストラリアちょっと調べてた。なんだ。そこら辺かな。I've done one hike in the U.S. in January in California. Called the Trans-San Diego County Trail, and that goes from the desert of California to the Pacific Ocean. Wow. But it's more of a route, and I don't know if I would recommend someone spending the time, effort, and money to come from a foreign country to go do that hike. Right. 一つアメリカで一つ考えてるはカリフォルニアの砂漠から海まで行くけど、それ今日僕は分からなかったけど、日本語でトレイルとルート言わないでしょ。それ僕も初めて聞いた英語けど、トレイルは全部決まってるトレイル、ルートは真ん中にはトレイルなくなる。ああ、いいじゃない。そういう感じ。それが要はよりなんかディスカバーな感じだね。ルートを道をこういう風に探しな、サーチしなきゃ。サーチン。そう。ナビゲーションが必要ってこと？そうです。ナビゲーションとか運が必要。いいじゃん、面白いじゃん、それ。そうですね。このルールも結構面白いと思うけど、彼が例えば初めて外国から行くはあんまり勧めしない。まあそりゃそうだ。だって慣れてないもんね。Okay. Okay. Yeah. Thank you very much. Thank you. 楽しかった。Thank you. Thank you.